い、皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。アイスです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日はですね、天使と悪魔の描き方について説明していきたいと思います。コメント欄でも来てたのよ。描き方教えてほしいって。天使と悪魔、やっぱみんな描きたいのか。S君ピンと来てないだろうけど、私は知るほど描きたいね。ほら、昔の私のイラスト想像してみてほしいね。いや、めっちゃ描いてた。めっちゃ描いてた。やっぱね、みんななぜか知らない絵描きは一度は天使と悪魔の道通るの。天使とやっぱ悪魔を描くっていう、描きてっていう、そこの道に走る。多分学生絵師、今の小学校中学生の学生絵師は、今うずうずしてると思うから。早速、うまいね、描き方。初心者でもできるうまい描き方をレベル別に、どんどん教えていきたいと思います。はい。それでは早速やっていきましょう。ではですね、まずは、とりあえず全く悪魔と天使を描いたことがない人に、どうしたら悪魔でどうしたら天使かみたいな簡単なことを教えたいと思います。はいはい。まずこの二人をちょっと天使と悪魔に今からしていきたいと思います。見分け方的なやつ。もうこんなのは私が説明しなくても知ってるよってことだと思う。世の中生きてれば普通にみんなね。でも俺もわかるよ。でしょ、まず天使の人、頭のとこです。天使の輪っかをつけます。はい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 。こんな感じでね。悪魔はちょっといろんなパターンがあるけど、角ですね、要は。超簡単な角を引きます。これです。バイキンマンじゃん、それ。ちょっとこれはね、一番簡単な角ね。初心者からね、ほんとやっちゃう角ね。で、羽だよね。天使の羽が、こんな感じでね。こんな感じで。わかるわかる。で、羽があって、悪魔はこんな感じ。そう、こんな感じ。これがあれば、要は誰でも天使と悪魔ということを人に伝えれる。これも真ん中どんなキャラでもいいから。すげえよ。これで伝わるのがすごいけどね。すごいでしょ、だけどさ、これはだから要は S 君でも描けるよっていうレベルじゃん。確かに確かに。これをどんどん絵としてうまく見えるようにレベルを上げて説明していきたいと思います。じゃあまずは、まず絶対基本となる羽からいきたいと思います。じゃあまずレベル1の超簡単な、基本だから知っててほしいっていうポイントからいきます。まず、天使の羽。1個こう山を描く。こんな感じの山を。で、下に1個、2個、3個描いた3個目の線を最初につなげる。これ一番レベル1の天使の羽。で、悪魔の羽。この眼覚でいきます。とんがらせるイメージ。ギザギザを生むイメージで描いてください。まず1個目の山を描きます。さっきはなだらかな山。今回は結構カクッとした山。で、もう一回、こんな感じで、1個、2個。で、3個目の山をここにつなげる。こんな感じ。天使の方がこうポコポコポコって丸みを帯びてたとしたらこういう感じでね。悪魔の方はこうトゲトゲした感じ。こんな感じのイメージで描いてあげるといいと思います。ポイントとしては、ここにまず山があるっていうこと。で、ここにも1、2、3とポイントがあるっていうこと。羽も1、2、3とポイントがあるっていうこと。この構造はこの後も生きるので、ぜひ覚えておいてください。で、次レベル2になります。ここのさ、3ポイントあるじゃない。まずそれをなんとなく意識しておくために、これ実際書かなくていいよ。ちょっと書いておく、先に。でもこれ実際書かなくていい。自分の頭の中にこのイメージがこうあるイメージであればいいよ。まずここの頂点に向かって線を描いてって、次ここの線に向かって線をつけていく。で、この後なんだけど、さっきはもう1、2、3って大きかったけど、天使の方はまず細かくこういう風にギザギザをいっぱいつけていく。ここの線につながるように。こんな感じ。で、もしできそうだったら、もう1個ぐらいの線をここにこうやって足してあげる。これはお好み。なんかやるとくどくなることもあるから、こんな感じで、さっきより全然リアルな羽になってきてると思う。で、悪魔の方は、これをさっきと形は一緒なんだけども、この3点に向かって、ここの頂点の山から細い線を出してあげる3本。こんな感じで。要は骨組みの骨が入ってる部分だね。で、そこの下にこうやって羽になる薄い布みたいな部分を描き足してあげる。そうするともうがぜん上よりもうまい羽になったと思うんだよね。で、これがレベル2です。これでも正直結構イラストとしてはうまい。確かに。ここから今度はもっとリアリティをちょっと追求していきたいと思います。ちょっとこの赤い丸はもうあるという前提で、ちょっとあるとくどくなっちゃうから、ちょっと水色で描くね、先に。まずは、ここまでまた一緒だね。山なりにしてこういう風に描いていくんだけども、一回、
ここら辺で手を止めてもらって、もう一回こうやってってもう一回こうやってってほしいのね。で、3段ここに羽があるっていうイメージで描いてほしくて、まず1段目の羽、大きめにこうやって取ってきます。今度2段目の羽描いていきます。で、今度3段目の羽を描いていく。で、ここをこう最後こうつなげる。ここにこうやって最後骨の線みたいなのも入れてもいい。こうするとどんどんすごいリアルな羽になっていく。なるほどね。要はこの段を意識してほしくて、この1段、2段、3段っていう、ここの1個、2個、3個っていう、こうやって、なんかこうやって形わかんないからって、こうやって、こうバサバサこうやってさ、なんて言えばいいかな、こうやったり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 みたいな。適当につけるなってことね。そうそう、適当にぐちゃぐちゃ描くんじゃなくて、この1段目、2段目、3段目の羽みたいなイメージで羽をかぶせてってあげると、よりぽく上手に見えると思う。で、さらにここの羽の延長線で、ちょっと私はだいぶデフォルメして描いたけど、天使の場合は周りにね、羽を散らせることってあると思うんだよね。それの描き方なんだけど、まず綿毛になるところ、羽の付け根のところをほわほわ描きます。こうやって、直線、こうやって細かい線をつなげて描いていく。で、こっから、スーって真ん中に線を1本描いた後に、こういうものを描いていくの。説明したらいい？それ。これはまあランダムに入れてってくればいいんだけど、こういうものを描いていく。で、最後にこの羽の刺さってたところね。これを描いてあげると、で、さらにこれ今一番簡単なパターンね。ちょっとこうめくれている形でさ、こういう形とかでこういう感じで、こういうのとかね。まあ、葉っぱが、落ち葉が散ってる時の感覚と一緒なんだけど、まあ、いろんな方面からさ、こう描けるようにしておくと、これね、これをぷわーっと回せてあげると、もうめっちゃ天使降臨みたいな、ふわーみたいなね、感じに見えるので、合わせてこの羽も練習しておくといいかなと1枚の。要はこれが集合したのがこれだから。だからこの一個一個を細かく書き出したこの一個一個の練習してから、これを一段一段書いていけばいいかな。超細かいけどね。私はめんどくさいからもうなんとなくここぐらいまでで終わるけど。っていう感じです。で、次は悪魔の羽。悪魔のね、こういうとほぼ変わらないんだけど、まず付け根からいきます。で、ここのところに1個くぼみを作ってあげて、ここに1個トゲを入れてあげる。あるある。で、ここから先も尖らしてってあげる。ここにまたトゲを作ってもいいし、作んなくてもいい。それはお好みですね。まあ、作ってせっかくだからこだわってね。こんな感じ。で、描いた後にここに羽を描いていく。これもなんか好みによってはボロボロとかに刺してもいいよ、こうやって。こうやってちょっと傷ついて、なんか、年季のある悪魔みたいな。なんかそういうのある。あと、ちょっとペン太いけど、細いペンがあるんだったら、こういうところに細かいこうディティール、ちょっとこれを拡大した時ね。ここを拡大すると、細かいタッチとかを足してってあげるのも全然あり。なるほどね。こうするとよりグレードがちょっと上がった羽になります。っていう感じでレベル3までの羽でした。まあ正直ここまでかけてたらかなりしっかり、この人は初心者でもすごいしっかり描いてるな、みたいな。確かに。ただ私はこの感じも可愛くて好き。なんかミニキャラとかだったらこっちでもね。そうそう。じゃあ次もう一個のポイント。輪っかと角のことについてちょっといきたいと思います。まあ輪っかだよね。輪っかはもう、描ける人が多いと思うの。一番最初の簡単なレベルの輪っかは、問題はこの綺麗な、なんていうの、潰れた円が描けるかってとこなんだよ、もはや。これね、これを描いた後に、均等な幅でもう一個線を重ねてあげる。まずはこっから。まあ、これで天使の輪っかは正直十分かなと。確かに。思うんですけど、一応なんか見るなっていうイメージで、みんなになんかもう一個、ちょっと高レベルな天使の輪っか提案しておくと、要はこれ発光してる、光ってるんだよね。だからカラーとかでやるときはぜひここを白くしてあげてほしいんだけども、ちょっとこれでみんな水色の線が見えるかなと思うんだけど、よくあるさ、みんなキラキラマークってあるじゃない？こういう。こういうキラキラマーク。あるある。これを輪っか状につなげていくっていうスタイル。だから先にいっぱい書いた方がいいかなと思う。下書きを書ける人はいきなりでもいいけど。まあ、こんな感じのね、天使の輪っか。これだけだとちょっとトゲにも見えなくはないけど、これ黒くすると、ちょっと打天使とかの茨のトゲみたいにも見える。だけどこれを白い感じでイラストの上に乗っけてあげると、白く抜くような感じで、発光してるように見える。なのでぜひよかったら、ちょっとこの一つレベル上がった感じの天使の輪っかを一応ね、
提案しておきます。ただ私は天使だったらこれでいいんじゃないかと。確かに。まあでもなんかこう、見るなっていうこういう表現も。じゃあ次、悪魔の角。はい。角はさっきこんなバイキンマンみたいなこんなの書いたじゃん、こんなのはやっぱ基本はみんな書かなくて、まず基本となる角、まず頭書くね。まずこのパターン。こういう角かなと思うんだけど、ちょっとまあ初心者でもおすすめでやりやすいなと思うのは、これにはひとひのりつなげた、ちょっとだけこうねじれた角。あるある。こういうのも多分敵キャラとかで見るよね。で、できる人はこれに横線をこう足してってあげる、角の形に沿って。そうするとなんかより角っぽかったりとか。なるほどね。こうなんか角の質感が出るとは思う。たださ、この角の場合とかこの角でもそうなんだけど、一個最近見るのはさ、ウミウシのようなさ、なんていうのか、艶っぽい角の時もあるよね、たまにさ。こうなんかテラテラぬねぬねした角って言えばいいのかな。そういう時はこう光を反射光を入れてあげて、こう、あとは塗ってあげるみたいな感じで、こう、ツヤツヤした感じ出したい時はこっちの角かなと思うけど、よくある羊とかヤギの角ならこっちかな。牛とかね。で、まあ、これ初心者におすすめの、あんまり立体感を想像しなくてもいい角。で、もう一個教えとくのが、うねった角。めちゃむずいんだけど、髪の毛の頭のラインをさ、まずは意識しておきます。これ後で消すイメージだから、消せるようなもので頭の髪の毛のね、線とかちょっとイメージしといて。で、まず描くときに手前から三角形らしいものを描いていく。こういうね。大事なのはあんまりね、丸みを帯びないでね、カクカク描いた方が角っぽくなると思う。こういう感じで。ごついからってことそうそうそう、カクカクしてるから。で、まずここに三角形を描くんだけど、この時に、ここでこの線を止める。下まで描きたいけど、繋げたいけど繋げない。ここで止める。で、奥にある太い角をこういう形で見えない。もう被っちゃってて見えないの。要は角がね、描いてあげます。で、こういう感じで細かい線とかを、ここら辺にあるイメージで、これに合わせて細かい線をこうやって足してってあげる。これ適当でいいよ。もうめっちゃしっかりした角にしなくたって、なんとなく自分の中でそういうイメージが湧いてれば大丈夫だから。まあこうしてあげると、こう本格的な羊っぽい角になると思う。確かに本当だ。まあこれをこういう感じの線をちょっと足してあげると、まあよりプロっぽく見えるかなっていう気はします。すごい確かに。という感じです。で、最後に目ですね、目。目っていうか瞳の中のデザイン。多分正直そこもみんな楽しみたいとこだと思うから、あんまり私の中にバリエーションないけど、まあ、こんなのどうっていうのをいくつかみんなに提案したいと思います。まあざっくり違いを出すために同じ形の目を今描いてみました。天使だったら分かりやすいのは十字架のハイライト入れることかなとは思う。瞳のど真ん中にこうやって大きくもう十字架入れちゃって、ただこれだけだとなんか怖くもなるから、もう一個ぐらいこの辺に瞳のハイライト入れてあげて、まあここはちょっとみんな自分のね、色塗りとかでもあるだろうから、好きなグラデーションや効果をね、こうやって入れてもらうことも、なんかちょっと天使っぽいし、あとは、推しの子みたいなさ、光を入れてあげるのとかもいいと思う。こういうさ、これ推しの子になっちゃうんだけどさ、まあ、こういうさ、光放つ目みたいなさ、ただこれさ、こっちもこう同じなんだけどさ、黒く塗るとさ、推しの子でもさ、中黒く塗られてると闇落ちみたいになっちゃう。だから逆に言うと、悪魔にも使えたりするよね。ああ、だから、天使って場合は、中を白くするけど、悪魔の場合は中黒くするみたいな、ね。そう。あとね、まあ私はシンプルにそんなに天使の目っていうのは深く考えないで、いつも自分がみんなが描くような目が一番天使のシンプルなんじゃないかっていう。やっぱ天使は闇落ちしてない通常の状態なわけだから、あえて天使感を出すならこうだけど、私はシンプルになんかこうハイライトが結構大きめに入ってれば、もうそれだけで天使っぽい目にこういう感じでもうなるんじゃないかなと思う。もう私がこれいつも描く一番王道なシンプルな目だけど、まあこういうのが一番光をまとってるような感じに見えるんではないかなって思います。じゃあ次、悪魔の方です。で、悪魔は、まず1個はもう完全に獣系の目だね。縦に
縦にこの中の動向を描くっていう。あるあるです。そうそうそう。まあこういう風にちょっと細かくこういう風な筋も入れてってもいいと思うし、まあここさっき今私はこうハイライトの人に丸いの描いたけど、これなくてもいいね。もうより暗い目にしたければいい。あともう一個オーソドックスなのは羊の目だね。ああ、横ね。そうそう。ヤギかな、ヤギとか羊系の。怖いよ。シンプルにこれだけでなんかもう悪魔っていうか怖いなんか。確かに。あと初心者の人でもすぐ描けるかなと思っておすすめなのは、円を何重にも足していくパターン。このぐるぐるした目。なんかもう完全に何か惑わせてくる目。なんか、うわーみたいなね。これ初心者で超描きやすいからおすすめ。円描くだけだもんね。そう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 。あと、基本的にはこの目の部分だけじゃなくて、この瞳の中はもう何でもいいよ。真っ黒でも正直いいと思う。もう闇をさ、感じてさ。瞳は何でもいいんだけど、こう三角眼みたいに上にまぶたの上に瞳をつけてあげて、ここを開けて、さらにこの下とかにこうクマを描き足してってあげるのもすごく悪魔っぽさが出ると思う。はあ、本当だ。こうやっぱクマってなんか不健康な感じになるから、人間。逆に天使にクマとか描いちゃうとどうしちゃったみたいな感じになっちゃうけど、悪魔キャラとかあとクマとかもありかなとは思います。なるほどね。という感じで、ここは楽しい部分だから、私よりもなんかもうよっぽど視聴者のみんなのがバリエーション持ってる気もする。まあ自分の好きなものにすればいい。そうそうそう。そうだよね。そうそう。まあ簡単なので、ぜひぜひ皆さん、これで天使と悪魔キャラを思う存分描いて、楽しんでください。いや、なんか推しを天使風、悪魔風に描くのも楽しいし。やってたもんね、だってそんなの。やってた。私はこう、やっぱ天使より悪魔派だったので。はいはいはい。ひたすら悪魔を一時描いてたっていう時代があるので、ぜひ楽しい自分の性癖に刺さるのはぜひやってみてください。あとですね、私の書き方の書籍、絶賛こちら発売中ですし、この間告知した第2弾も予約開始してますので、よろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下本慎と。はい、安くでした。バイバーイ。